皆さんこんにちは、わたたびです。今回は山形県にあるひなびたレトロな温泉地に宿泊します。全国有数の豪雪地帯の山あいにひっそりと佇む温泉地です。場所は山形県の東北部に位置する最上町。雪深い山あいに現れるレトロで小さな温泉地、瀬見温泉を目指します。道中の絶景を巡りながら向かいます。はい、あと10分でね到着します。ここですかね。車が通った後もあるんで、誰かもう来てるんでしょうか。とりあえず駐車場どこなの？駐車場とりあえず適当に止めたらいいんかな。はい、到着です。到着しました。こちらはですね、玉すだれの滝っていうね、滝に来たんですけど、1月下旬から2月上旬は滝が凍ってるってホームページに書いてあったんで来てみました。気温の方がマイナス1度、マイナス2度ぐらいまでしかこの辺りは下がらないみたいで、本当に凍ってるんでしょうか。凍ってるのかはわからないですけど、行ってみたいと思います。こんな感じの、通路になってますね。前回来た時はですね、自然災害で道も荒れてたんですけど、今はどうなんでしょうね。鳥居にブルーシートがかけてあるんですけど、雪対策とかなんですかね。今日はね、まだ誰も訪れてませんね。足跡がありません。多分ね、滝までは300メートルぐらいだと思います。おー、綺麗。でもうすぐそこは秋田県なんですけど、海側はですね、あんまりね、雪は積もってないですね。山間部に入ると積雪量がね、かなり多いです。あ、神社が見えてきました。はい、はい、はい、はい。あ、こちらも鳥居にブルーシートがかけてあります。かつては山岳宗教の修験道で、滝のこの前にはですね、御嶽神社が祀られています。この神社の向こうが、滝になります。こちらが御嶽神社です。あれ、こんなにもこんなに大きかったかな。はい。で、こちら左側に行くと、この神社の裏に滝が流れてます。よいしょ。あ、すごい。完全に滝は凍ってないんですけど、めっちゃすごいです。すごい。初めて凍ってる滝を見ました。
いやー、めっちゃすごいです。滝自体は凍ってないんですけど、滝の水しぶきを浴びたこの、周りがですね、つららになってすごく綺麗です。こちらの滝はですね、およそ1200年前に空海が発見して命名したとされています。で、高さはですね、約63メートル、幅が5メートルの、直瀑です。水量は非常に少なくて、滝の音もね、すごく静かです。凍ってきてる部分はなんでこんなにも青色になってくるんでしょうか。冬の滝にはまってしまいそうです。本当にね、綺麗ですね。これはね、実際に見てみないと伝わらないかもしれません。来てよかったです。それではね、駐車場の方に戻りたいと思います。はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地はね、もうほんとすぐそこにあります。これ、どこあー、ダメか。行けないんだな。除雪されてなくて、積雪は50センチ以上やな。駐車場がないんか。ちょっと除雪されてなくて、スノーシュー入っていけばいいんですけど、川とかね、水路とかあるんで、ちょっと危ないかもしれないんで、やめておきます。じゃあね、次の目的地に向かいます。ちなみにね、今行こうと思ってた場所がですね、不動滝っていう滝で、開運出世の滝ともね、呼ばれてる場所です。開運出世というね、言葉につられてやってきたんですけど、ダメでしたね。次のね、目的地の場所は、ここから15分で到着します。こちらを右折なんですけど、この先通行止めって書いてます。あ、ダメやね。どうしようか。はい。ナビがね、別のルートを案内してくれたんで、その別のルートで行ってみます。この先は車が通った跡がありません。ほら。やっぱり。なるほどね。なるほど。だからナビではね、この先が通行止めになってたんですけど、行けそうですね。車も今通ってました。なんとか行けてますね。目の前が目的地の駐車場です。こちらですね。到着です。よかった。行けましたね。はい。到着しました。ホームページにはね、季節問わずね、多くの人が訪れるって書いてあったんで、来ることができました。で、この先なんですけど、以前もね、訪れたことのある道原滝っていうね、滝になります。今日はまだ誰も来てないですね。足跡が雪で消えてしまってます。はい。それではね、向かいます。滝はもうすぐそこです。なんとなく道になってるんで迷うことはないですね。この辺はちょっとひんやりしますね。鳥居が見えてきました。鳥居の先にあります。うわ、これ渡るん怖っ。足滑らしたらはまりますね。よいしょ。オッケー。よしよし。はい。この先ですね。
ちらがですね、道原滝になります。で、こちら、ここでね、水を、汲むことができます。で、前回来た時はね、こういう雪の、ない季節だったんで、地元の方がこの水をね、汲みに、たくさんいらっしゃいました。真正面に、滝が流れてるんですけど、この山腹から湧き出している様子が体の胴っ腹という例えで名付けられたそうです。こちらの水は冬でもね凍ることがないそうです。2箇所から水がこう湧き出してるんですけど、右と左とですね味が違うと言われています。右の水を汲む人、左の水を汲む人、半分ずつ混ぜる人もいたりしてね、好みで分かれるそうです。右と、左と味が違うみたいなんで確かめてみたいと思います。まずはねこちら、右の滝ですね。あ、すごく飲みやすいですね。軟水なんでしょうか。すごく柔らかいお水です。でこちら左側ですね。素人には分かりませんでした。右も左もね同じような感じですね。もう結局はね無味無臭なんで、喉越しとかが違うんですかね。個人的な感想なんですけど、飲み比べるとどちらも変わらないというね結果でした。滝の前にですね不動堂っていうのがあるんですけど、建てられた年代は、不詳みたいですね。それではねせっかくなんで滝の目の前まで行きたいと思います。でこの、辺りはですね、お地蔵様がねたくさんあるんですけど、今は雪でね姿が、見えない状況となっています。こちらもね多分お地蔵様だと思います。こんな感じでねお地蔵様がね本当に何十体、いやもしくは何百体とあります。よし、はい、こちらですね。こんな感じでですね、右の滝と、はい、左のね滝がこの山腹から、湧き出てます。この辺りはですね本当に苔が有名で、夏に来るとですね辺り一面本当にねもう緑色ですごく綺麗です。はい、それではね戻ります。あ、そうそうそう、はい、こちらはですね熊の目撃情報がね非常に多い場所になるんで、冬以外の季節に来るときはね本当に注意して来た方がいいと思います。熊鈴は、つけてないんですけど、熊スプレーは、一応ね身につけて、きています。はい、戻ってきました。はい、それではね温泉街の方に向かいたいと思います。今から向かう温泉地までは、ここから、約74キロで、1時間半かかるみたいです。豪雪地帯みたいなんでゆっくりのんびり向かいます。山のふもとまで来たんですけど、すごいですねこの辺りの積雪量が。さっきとは大違いです。で、ここからね山の中に入っていきます。いや山肌がすごいですね。大自然です。この先からですね大型車はチェーンの、規制が入ってますね。だいぶね雪深いところまで来ました。雪の壁がすごいですね。はい、もうこれ道なりに行けばね温泉街に到着します。はい、到着しました。こちらは瀬見温泉というね温泉地になります。源頼朝の追っ手を逃れ岩手県平泉に向かう義経一行が発見したという伝説が語り継がれる温泉地で、瀬見温泉には
義経弁慶に関する伝説が数多く残っています。で、回答はですね、文治3年、1187年ですね。約840年前になります。古くから新庄の奥座敷として賑わってきたそうです。で、こちらはですね、大通りになるんですけど、この小国川の対岸にですね、温泉街があります。この小国川の先はですね、日本三大急流の一つの最上川につながっています。それではね、この温泉街を少し散策してみたいと思います。で、周りの景色はですね、はい、こんな感じで、もう白銀の世界です。前回来た時は夏ぐらいだったんですかね。その時ともう想像もできないような景色になってます。こんだけね、雪深いんですけど、本当にね、そんなに寒くはないです。最低気温もですね、マイナス2度とか、それぐらいですね。こんだけ雪は積もってるんですけど、過ごしやすいです。この積雪量が本当にすごいです。うわこの屋根の上すごいですね。雪が。こちらの街灯ももうつららが張ってるんですけど、すごく大きなつららが。半月ぐらいね、新潟に滞在したんですけど、本当にもう比べ物にならないぐらいの積雪量です。いや、さすがね、豪雪地帯です。酒はこの君、男は弁慶。弁慶の力酒。お土産にどうぞ。これ弁慶の力酒っていうのが、こちらのお土産になるんですかね。で、こちら、左に進むとですね、メイン通りというか、栄えてる、場所になるんですけど、まずね、こっちの方を散策したいと思います。この先にはですね、鳥居があるんですけど、雪で行くことができません。屋根の上に乗って雪を落としてるんですけど、落ちないか心配ですね。なんか見てるのが怖いです。この辺りで温泉地は終わりです。積雪量がさっきよりもすごいですね。いや、こちらのカーブミラーも見えなくなってきてます。新潟、山形に滞在してるんですけど、本当に晴れの日がなくてですね、ずっと曇ってて、こんな薄暗い感じなんで、太陽の光をね、もう1ヶ月以上見てないんで、なんか鬱になりそうです。こちらの通りはこんな感じの街並みで、右手には
お土産屋さんですね。名物が、温泉まんじゅう。あとはですね、もなかであったり、セミせんべい、弁慶どら焼きとか、いろいろお土産があるみたいです。で、こんな感じでですね、旅館が、左右に立ち並んでいます。で、歓楽街はないんで、こんな感じで人はね、出歩いてません。地酒ですね。ドブロックとか。自分はお酒が飲めないんで、ご紹介できないのが残念なんですけど、地酒とか、たくさん置いている店もあります。で、こちらが、共同浴場の、セミの湯です。で、その右手にあるこちらですね。こちらが、今回宿泊する、お宿になります。こちらは、別館と本館があるんですけど、せっかくなんでね、本館を予約しました。こちらではですね、温泉卵を作ることができます。で、こちらには温泉卵の作り方が、書いてますね。で、こちらはですね、塩化物泉なんですけど、硫黄も含まれてるんで、硫化水素の匂いがね、すごく充満してます。こちらの温泉地の泉質は、ナトリウム、カルシウム、塩化物、硫酸塩温泉になります。こちらの共同浴場では、加水が少ないんで、源泉に近い泉質が楽しめます。で、館内にはですね、シャンプーやボディーソープはありませんので、持ってくる必要があります。入浴料金が500円なんですけど、100円玉が5枚必要で、両替機がありませんので、注意が必要です。営業時間は朝6時から23時で、朝の9時から12時まで清掃時間になるんで、入浴することができません。共同浴場の横にですね、露天風呂があるんですけど、雪でね、行くことができません。こちらはね、野源の湯というね、湯になります。野源の湯の発見はですね、亀若丸の産湯を探して谷川を下った弁慶が川辺に湯煙を見つけて岩を砕いたところ、温泉が湧き出てきたと伝えられています。共同浴場のすぐそこにですね、こちら湯の前神社があります。で、こちらの神社はですね、セミ温泉の守り神が、祀られているそうです。陰泉所があるんで、ここでね、源泉を味わうことができます。こちらが陰泉できる、源泉になります。湯気が出てるんで熱いんでしょうか。せっかくなんでね、いただいてみたいと思います。熱い、めっちゃ熱いですね。味はですね、硫黄泉みたいな味ですね。硫化水素の風味がします。湯の前神社なんですけど、雪が積もって通れるんでしょうか。滑るし、どこが階段かわかんないですね。大きな長靴買ったんですけど、この長靴でも埋もれてしまいますね。なんとかたどり着きました。よいしょ。こちらが湯の前神社ですね。セミ温泉の周辺の観光地の案内図になるんですけども、こういう観光スポットとか見どころっていうよりかは、こういう弁慶のこう足跡をね、巡りながら楽しむっていうね、温泉地になります。湯の前神社の後ろがですね、今回泊まる旅館の別館です。こちら別館の方はですね、本館よりも少し新しいんで、大正時代の面影を残すような建物です。この旅館街自体はですね、もうほぼこの辺で終わりです。それにしても雪深いっていうもうレベルが違いますね。屋根の上の雪も2メートル以上積もってますね。
雪が落ちてきて若干道路を塞いできていますね。つららがすごい。一瞬の出来事でちょっと映像に収めることはできなかったんですけど、雪の塊がですね、自分の歩いていた直後に落ちてきました。1メートル以上あるような塊の、雪がね落ちてきました。重たい。30キロ以上あるんじゃないですかね。この高さからこの雪が当たったら怪我だけじゃ済まないかもしれないですね。せっかくなんでね、こちらで入浴してから宿の方に行きたいと思います。こちらに400円入れます。500円でしたね。入ってきました。めちゃくちゃ最高です。で、今ね、おじいちゃんが一人入られてるんですけど、楽しく会話してきました。ただね、山形の方も方言が強いんで半分聞き取れませんでした。で、受付の方はですね、本館ではなくてこちらの別館になります。それではね、チェックインします。向こうの建物はですね、大正時代で、こっちはね、昭和にできた建物だそうです。玄関入ってすぐ正面がですね、フロントになります。もう入った瞬間、レトロさがたまりません。で、すぐ反対側ですね、別館と本館につながる通路になってるんですけど、もうすでにね、趣を感じます。こちらにはですね、瀬見温泉の由来が書かれています。ではね、散策してみたいと思います。昭和28年のね、写真が飾られてます。すごい古い写真ですね。なんかこちらの部屋はね、なんかいろいろ飾られてますけど、鍵がかかってて入ることはできません。中はこんな感じですね。こけしとかね、あと剥製とか、いろいろ、飾ってあります。こちらにはですね、石器時代とか縄文時代とかそのあたりの、ものになるんでしょうか。この照明がいいですよね。味があります。で、この床のね、きしむ音もたまりません。こんな感じで、お部屋があるんですけど、おそらく夕食の個室になるんですかね。一部屋一部屋ですね、名前が付けられています。こちらに行くとですね、ローマ式仙人風呂、温まり湯があります。この先がですね、本館になります。こういうタイプの扉でした。はい。で、ここから、下に下ってます。石油のいい匂いがしてます。うわ、すごい。ここからね、本館になるんですけど、本館は明治元年1868年に建てられた建物で、築158年になります。
こんな感じで歴史を刻まないと出せない重厚感があります。風格が半端ないですね。こちらを下に行くとですね、本館の、出入り口になります。じゃあ先にね、こちら見に行ってみたいと思います。よいしょ。はい、こちらがですね、本館の入り口になります。はい。はい、こんな感じの玄関です。すごいですね。いや、本当に歴史を感じますね。うわ、すごい大きな時計。こちら明治って書いてあるんで、明治時代の時計でしょうか。今もね、ちゃんと時間帯が合ってます。こちら、金庫ですね。すっごい。で、この左側がですね、お風呂になります。こちらにですね、ふかし湯っていうのがありますね。こんな感じの空間ですね。一応ね、入浴の心得とか書いてありますけど、この中は全然あったかくないです。はい。で、お風呂はね、こちらになります。こちらが脱衣所ですね。すごい。こんなタイル調のね、レトロな洗面所です。で、こちらがね、男湯の温まり湯で、この左側がですね、女湯になります。で、こちらがね、ローマ式千人風呂なんですけど、今の時間は女湯みたいですね。午後3時から午後7時までが女湯で、午後7時から夜10時までが、男湯になります。午後10時以降は、混浴になります。午後10時以降が楽しみですね。で、それ以外のね、記載はなくて、フロントでも説明はなかったんですけど、おそらくね、24時間、どのお風呂も利用できると思います。じゃあね、こちらの温まり湯を見てみたいと思います。中はこんな感じですね。こちらが脱衣所で、もうすぐこちらが湯船になってます。めっちゃいいですね。このレトロな感じが素晴らしい。こちらがね、女湯の脱衣所で、一応ね、すりガラスにはなってるんですけど、なんとなくわかりますね。本館の入り口はこんな感じでした。本館の1階にはですね、お風呂があるというね、感じですね。この温泉のすぐ横にある階段を上がると、客室があります。今階段上がってきて、こちら、こんな感じでですね、客室があります。いやー、この看板も当時のままですね。で、こちらの漢字もですね、まだ反対時の名残があります。こちら本館にはですね、トイレはありません。共同のトイレになります。で、トイレがもうすぐこちらにね、男女別のトイレがあります。今回宿泊するお部屋がですね、こちら角部屋の101号室になります。なんですけど、もうちょっとね、館内を散策したいと思います。
こちらは2階になるんですけど、一応ね、4階まであるみたいです。で4階がですね、展望台になっているそうなんですけど、今はね、入れないように、鍵がかかっているみたいです。危ないとか、そういう、理由だそうです。はい。うわ、すっご。これは、一体何でしょうか。で、こちらが、3階ですかね。真っ暗です。こちらは、お手洗い。これですね。この上が展望台なんですかね。鍵がかかってます。これがね、閉まっていると多分ね、今日、宿泊されてないお部屋だと思います。だから今日はね、3階は宿泊者はいないみたいですね。こちらは何でしょうか。ポットとか、あと電子レンジがあるんで、当時目的で宿泊された方が、利用する場所ですかね。はい。夜間とかあります。この階段を、登ると、別館ですね。いや、本当にね、迷子になりそうですね。夕食の匂いがしてきます。こちらは調理室ですね。この別館の、3階ですかね。3階を見てみます。はい。とりあえずね、3階に上がってきました。いや、この絵すごいです。で、どっちから行きましょう。こっち、右側を先にね、見てみます。で、こっちはですね、オランダ風呂っていうお風呂があるみたいです。こちらは食事の個室になるんですかね。はい。これがオランダ風呂ですかね。こちらが男湯で、こちら女湯になります。はい。で、誰もいらっしゃらないんで、見てみたいと思います。脱衣所はですね、こんな感じです。はい。こんな感じの脱衣所で、こちらの扉は何でしょう。なんだ。こちらの扉を開けると、さっきのね、こっち側の通路に出てきました。この看板も当時のままですね。こちらがオランダ風呂です。よいしょ。すごい温泉のいい匂いがします。湯煙がすごすぎて見にくいと思うんですけど、こんな感じの浴槽ですね。壁や下はね、全部タイルになってます。で、浴槽の下もですね、タイルになってますね。こちらの浴槽の正面にですね、こんな感じでシャワーがあります。各階にですね、温泉があるんで、ゆっくり温泉を楽しむことができます。こちらがですね、別館になるんですけど、おそらくですね、宿泊客がいないんで、もう真っ暗ですね。真っ暗。これはどこに繋がってるんでしょうか。ここを降りるとフロントですね。こんな感じで一周してきました。本当にね、迷路のようで迷子になりそうです。はい、それではね、少し遅くなっちゃいましたが、お部屋の方を見てみたいと思います。はい、
かい。お部屋はこんな感じですね。8畳でしょうか。一応ね、ネット予約した時に4畳半から8畳のお部屋で、どのお部屋か選ぶことができなかったんですけど、広いお部屋でした。はい。で、こちら角部屋になります。で、こんな感じですね。こんな感じのね、シンプルな和室になります。いや、すごくおしゃれですね。で、角部屋で、この障子があるっていうことは、外の景色が見れるかもしれませんね。ちょっと開けてみます。よいしょ。すごい。なんだこれ。これがね、建物が歪んでしまってて、この扉がね、うまいこと開かないです。雪がね、ここまで来てて、もう網戸がこれ以上ね、開かないです。景色はこんな感じですね。うわー、すごい。つららがすごい。こんな感じ。いや、ここめちゃくちゃいい部屋ですね。温泉街がね、ちょうど真正面に見えます。で、こちらにはですね、フロントにつながるダイヤル式の、電話があります。で、こちら、ポットと甘納豆が置いてありますね。こちらは、湯飲みとお茶ですね。かなりね、古い建物ではありますけども、Wi-Fi とかも、使用することができます。布団はもう初めから敷いてくれていました。で、この布団の中にですね、湯たんぽが置いてくれてます。これで、あったかく眠ることができます。すごく狭いんですけど、なんか落ち着く空間です。おばあちゃん家に帰ってきたような、そんな感覚があります。夕食はね、6時なんですけど、あと1時間ぐらいあるんで、温泉の方に入りに行きたいと思います。よし。はい、はい、はい。こちらは洗い場が1個しかないですね。で、今こちらローマ風呂なんですけど、妻が楽しんでます。いや、めちゃくちゃ気持ちいいです。で、ちょっと暑いかなと思ったんですけど、湯船をかき混ぜると、ちょうどいい温度ですね。42、3度ってとこですかね。端っこの方に行くとだいぶぬるいです。たまにはね、こういうレトロな旅館もいいですね。レトロ好きにはね、もう絶対おすすめ旅館です。よいしょ。このままオランダ風呂にも入りたいと思います。ちょっと使っただけでね、体が温まりました。だいぶ日が暮れてきました。真っ暗です。よいしょ。よいしょ。こっちの方が温泉の匂いが強いように感じます。結構天井が高くて、でこちらにはね、柱があります。でここから源泉が湧いているようですね。こっちの方が少しぬるいですね。暑いのが苦手な方はこっちの方がいいかもしれません。源泉が出てるのかなと思ったらですね、こちら水ですね。はい、できました。もう体ポッカポカです。はい。それではね、もうちょっとしたら、夕食だと思うので、それまで部屋でゆっくりしたいと思います。それではね、夕食の時間になったんで、夕食に向かいます。
いしょ。こちらですね。101号室の札かけてくれてます。おー。こちらが夕食になります。こんな感じですね。こちらにはおひつがあります。一品一品出てくるんではなくて、もう初めからね、全種類揃ってます。で、こちらには、鮎の塩焼きなんですけど、いつでも温かい状態で食べることができます。お品書きとか、あと、お料理のお説明がなかったんで、ちょっと何が何かっていうのはわからないんですけど、こちらはもしかしたら馬刺しかもしれないですね。お蕎麦に、で、お吸い物。酢の物なんですけど、金粉が乗ってます。で、こちらがですね、蒸し豚って言ってたかな。蒸し豚。メニューの説明はなかったんですけど、フロントの方とお話ししてて、今日はね、もずくガニのお鍋が出るって聞いてたんで、こちらは、はい、こんな感じで、もずくガニが入ってます。これは味噌鍋になるんでしょうか。こっちの披露宴の方にですね、冷蔵庫があります。で、こちらからね、好きな飲み物を飲んでいいって言われたんですけど、多分ね、有料だと思います。いただきます。うまい。生姜ですかね、この添えてあるのは。おー、ニンニクでした。これはパンチありますね。ということは、馬刺しですかね。しかもこのニンニクすごく辛いです。こんな感じですごくね、サシの入った馬刺しですかね。なんか溶けるね。すんごい肉感ある。今まで食べた馬刺しと全然違います。めっちゃ美味しいです。ご飯おかわりしました。これ明日ニンニク臭いですね。お蕎麦ですね。器の中にはとろろが入ってました。コシがあって、この蕎麦つゆがですね、すごく美味しいです。じゃあね、カニ鍋もいただきます。よっ。こちらはもずくガニですね。もずくガニがですね、半身入ってます。ここに内子がありますね。大根でかすごいね。こちらね、スープの方がですね、薄い味付けのお味噌汁って感じなんですけど、このカニの旨味がね、すごく出てます。カニから出る出汁が濃厚すぎるのか、もう全ての具材がですね、カニの味になってますね。身がないですね。これ食べるとこないのかな。もずくガニって出汁を取るだけなんですかね。固形燃料の火が消えたんで、もうできてます。これなんていうの、せいろっていうのかな。すごくね、木のいい香りがします。こちらの、ごまだれでね、いただきます。し野菜とね、一緒に。ごまだれがめっちゃ美味しいです。いや、豚ももちろん美味しいんですけど、鮎のこと忘れてました。ごめんね。よっ。なんかプリプリよね。プリプリ。すごい。めっちゃ太ってます。で、こちら、何でしょうか。この大葉の中に何か入ってて、で、この大葉自体も、油で揚げてますね。甘い味噌で、また後からね、大葉のアクセントがあって、すごく美味しいです。いただきます。油乗っててすっごく美味しいです。季節的にはちょっとちゃうんですけど、この鮎めっちゃうまいです。こちら、最後、デザートですね。プルプルですね。プルプルで、柿っぽいですね。甘いみたいなんで、先にね、果物からいただきます。こちらいただきます。
バターですね。うまっ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。季節感っていうのはね、この、お料理になかったんですけど、すごくね、自分好みの、料理がたくさんあってよかったです。お米いっぱいおかわりしてやろうと思ったんですけど、意外とお腹いっぱいになって、ここにあるおひつだけでね、追加でおかわりはしませんでした。で、こちらのお料理はですね、少しグレードアップというか、田舎の郷土料理プランっていうね、お料理プランになります。少しね、お高くなるんですけど、こちらのプランにしなかったら、あまりにも寂しいなと思ったんで、田舎の郷土料理プランにしました。郷土料理プランにしてよかったです。食事の部屋もですね、10畳のある広いお部屋でね、個室なんで、ゆっくり食べることができました。レトロでありながらも重厚感のある、個室でした。いやー、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。で、もう今7時回ったんで、ローマ式千人風呂に入りに行きたいと思います。午後7時から男湯のはずなんですけど、女湯のままですね。フロントに電話するとですね、こちらを裏返したらね、入っていいみたいなんですけど、混浴になっちゃうんですけどね。これでね、女性が入ってきたらもうラッキーと思っておきます。はい。で、こちらローマ式千人風呂の方の脱衣所はこんな感じです。で、こちらもう目の前がですね、お風呂になります。よいしょ。これが千人風呂です。ローマ風の円形の浴槽になります。こちらの絵なんですけど、こちらはギリシャ神話のパンとシュリンクスを題材にしたモザイク画になります。はい、でこちらなんですけど、歌声優なんですかね。はい、こちらに、お湯はね溜まってません。はい、これは一体何なんでしょうか。それではね、入りたいと思います。よいしょ。真ん中にはこんな柱があって、こちらから源泉が湧いてるのかなと思ったら、こちらも、さっきのねオランダ風呂と一緒で、水ですね。はい、こんなタイルも剥がれててすごく味があります。で、こちらには、シャワーがね、2つしかありません。こんな巨大な、ローマ式千人風呂が貸し切り状態です。入浴してきました。すごくね気持ちいいんですけど、結構ぬるめだったんで温まるように入りたいと思います。よいしょ。寒い中入る温泉は本当に格別ですね。はい、入浴してきました。いや、めっちゃ体が温まりました。で、この廊下はね、白い息が出るほど寒いんですけど、それが心地いいです。はい、それではね、体も温まったんで、今日はゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今から朝風呂に入りに行きたいと思います。
はい、温泉に浸かってきました。で、もうね、朝食の時間になりましたんで、朝食会場の方に向かいます。朝食会場はですね、別館入り口入ってすぐ左手になります。フロントの斜め向かいですね。はい。ではね、そちらの方に向かいます。よいしょ。用意してあります。広いですね。こんな感じの朝食会場で、こちらには米、お味噌汁があります。こちらにはですね、ふりかけとか、あとこちら昨日の夜に出た味噌をね、大葉で巻いて揚げた、ようなものもあります。これ本当に美味しいんですよ。あそこにね、自動車学校って書いてあるんで、免許の合宿の方が、こちらに泊まるんですかね。羨ましいですね。椅子はね、全部ね、パイプ椅子になります。朝食は、こんな感じです。ちょっとね、焦げそうなんで、こちらはもう先に裏返しました。いただきます。ご飯おかわりしました。熱々。はい、ご飯3杯目です。ニラの漬物がね、めっちゃうまいんです。いや、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。朝からご飯3杯も食べてお腹いっぱいです。お昼ご飯いらんな。お昼ご飯も食べます。それではね、部屋の方に戻ってチェックアウトの準備したいと思います。はい、温泉にも入ってで朝ごはんも食べてきました。こちらの気になる、料金の方ですね。今回のねプランが美味しい山形、田舎の郷土料理プランというねプランになります。こちらで大人2名1泊2食付きで26,400円でした。1人当たり13,200円になります。オランダ風呂、仙人風呂で温まり湯の3カ所の温泉が楽しめてですね、お料理の方をねグレードアップしてこのお値段なんでかなり安いお値段かと思います。普通のねスタンダードプランだったら2人で18,700円なので1人当たり9,350円で泊まることができます。なので本当にね当時目的とかで来られる方には非常に安いお宿になるのかなと思いました。明治初期のね本館にも泊まれるんで、この貴重なね館内も散策できたり、当時のままのねこんな感じのお部屋に泊まることができて、このお値段ならかなり安いと思います。ただですね、廊下はすごく寒くて、でこういう窓とか、入り口の扉はですね、この雪の重みで、こう傾いてですね、開かなかったり、開けづらかったりするんで、そういうのがね、気にならない方はね、ぜひ泊まってみてください。それではチェックアウトします。よいしょ、チェックアウトしてきました。いや、それにしてもすごい雪ですね。うんち雪だるま作っておきました。それでは出発します。